1日24時間って長いですか？短いですか？もっと時間が欲しいですか？本を一冊紹介します。猫ちゃんの1日、食べて寝て遊んで、最近どこかへ行きましたか？縁切り寺というところです。白色と黒色のトイレがあって、白いトイレに縁切りの紙を流して、黒いトイレに縁結びの紙を流します。夏の食べ物といえば何ですか？何か美味しいもの教えてください。うなぎとか冷やし中華とか、それからトウモロコシとかね、いろいろありますよね。今日は時間についてお話しします。時間の日本語、朝、昼、夜のいい過ごし方、猫の一日、この3つについてお話しします。そして後半にはリスナーさんのお手紙を紹介するお便りコーナーがあります。最近行った場所はどこ？夏といえばこの2つについてお答えしています。皆さんの好きなところから聞いてみてください。皆さんこんにちは。ほのぼの日本語ポッドキャストのほのかです。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。ぜひ皆さんのリスニングやシャドーイング、日本語の勉強に役立てていただけたら嬉しいです。それからオンラインで日本語のレッスンもしております。もっと日本語を話せるようになりたい、将来日本で働いてみたい、そんな方がいらっしゃいましたら、動画の説明欄に日本語レッスンの案内がありますので、そちらをチェックしてみてください。さて、早速今日のお話をしていきます。今日は時間についてお話しします。皆さんは一日をどんな風にして過ごしていますか？一日の時間をどんな風に使っていますか？皆さんにとって一日24時間って長いですか？それとも短いですか？もっと時間が欲しいですか？ことわざの一つに時は金なりということわざがあります。有名なことわざですよね。英語だと Time is money ですね。一度は聞いたことがあるとは思います。日本語だと時は金なりです。時は金なりの時は時間の字と同じ漢字ですね。なので時間のことです。で、金なりのなりは古い日本語で、今の言葉の何々だ、何々であるです。だから時は金なりは、現代風、今風に言うと時間はお金であるになります。時間はお金と同じようにとても貴重でとても価値のあるものだから無駄にはしてはいけないという意味ですね。例えばこんな風に使います。今日何もできてなかったな。スマホ見てたらあっという間に3時間過ぎちゃったよ。3時間も？もったいない。時は金なりだよ。何か勉強でもすればよかったのに。ね、本当だよね。次は気をつけなきゃ。はい。こんな風に使います。あとは例えば、日本語の勉強毎日大変じゃない？大変だけど、将来日本で働きたいからね、毎日少しずつでも続けてるんだ、勉強。すごい、まさに時は金なりだね。今の努力は未来の自分への、一番の投資だと思うよ。こんな感じで使います。時は金なり、いい言葉ではありますよね。時は金なりに似ている言葉もあります。それは一攫千金です。一攫千金。ね、なんかかっこいいですよね。一攫千金は四字熟語です。意味はわずかな時間が千金にも値するほど貴重であるという意味です。簡単に言ったら、ほんの少しの時間でもとっても大切という意味です。一攫千金の一攫は、わずかな時間、短い時間という意味です。一刻の刻は時刻の刻と漢字が同じですよね。
もしかしたら皆さんもドラマとかアニメとか小説とかで、読んだり聞いたことがあるかもしれません。一刻も早くという言葉を聞いたことがあるかもしれません。この時の一刻も早くは、1秒でも早くという意味です。で、話を戻しますが、千金は文字の通り1000枚のお金、1000枚のお金のことで、たくさんのお金、大金という意味です。時は金なりとの違いは、なんて言ったらいいんでしょうか。一国千金の方が時は金なりよりも、あったかい感じ、もっと気持ちを大切にする、イメージがあります。時は金なりのイメージが投資とか節約とか効率とか努力みたいな時間を有効に使おうという少し真面目なイメージだったら、一国千金は、輝きとか幸せとか思い出とかかけがえのない時間みたいな、今の時間を心から楽しむ、味わうような、そんな、キラキラしたイメージです。一国千金、例えばこんな風に使います。夕日の沈むこの美しい景色を見ているこの時間はまさに一国千金だねとか、大好きな家族との時間は一国千金だとか、あとは、猫ちゃんと一緒に遊ぶ時間は一国千金である。こんな感じで使います。皆さんにとっての一国千金の瞬間はいつ、どんな時ですか？ちなみに一国千金に似た言葉に一攫千金があります。一攫千金。音がとても似ていますよね。一国千金と一攫千金。一攫千金の1は1回、攫は掴む。で、千金はさっきも言ったように、たくさんのお金、大金です。だから一攫千金の意味は、一つかみでたくさんのお金を得ること、一度に大きな利益を得ること、苦労しないでたくさんのお金を手に入れることです。例えばこんな風に使います。宝くじで一攫千金を狙おうとか、起業して一攫千金を夢見るとか、そんな風に使います。一攫千金もいい言葉ですよね。夢のある言葉だと思います。ちょうど今日本では、サマージャンボという夏の宝くじが発売されています。1等が確か12億円です。12億円。とても夢がありますよね。私もこの宝くじを買って一攫千金を狙っちゃおうかななんて夢を見てしまいます。はい。一攫千金の話は置いておいて、時は金なりとか一国千金とか、こんな風に時間についての言葉っていろいろあって、時間って昔から大切にされてきたものなんだなと、お話をしていて改めて思いました。そんなとっても大切な時間ですが、時間が大切なのは分かった。だけど、じゃあ具体的に何をしたらいいのという話ですよね。1日は24時間。これはみんな同じですよね。平等にみんな24時間ですよね。1日が25時間とか26時間の人はいないと思います。だからこそ24時間しかない時間をどう使うかがとても大切ですよね。限られた時間をどう使えばもっとよりよく過ごせるのか、生きていけるのか。今日はそんなことを考えるヒントとして
本を一冊紹介します。それは神時間術という本です。この本は精神科医の樺沢紫音先生という人が書いています。脳科学の視点からどうやったら時間を有効活用できるか、時間をうまく使うことができるかを紹介しています。で、先生は本の中で1日は24時間しかないので、それをどのように使うかで人生が変わりますとおっしゃっています。中でも脳の仕組みに合わせた朝、昼、夜それぞれの、最適な時間の過ごし方、時間の使い方の部分がとても分かりやすくて生活に取り入れやすいと思いました。なので今日は、皆さんにもその内容をシェアしたいと思います。それでは1日24時間を上手に使う方法、一番いい過ごし方を朝、昼、夜それぞれで順番に紹介していきますね。ではまず朝の時間にするといいことです。午前中は一日の中で一番集中力が高いと言われています。朝やれば1時間で終わることが夜にやると2時間、3時間、4時間、3倍から4倍くらいかかります。午前中の時間の価値は夜の4倍、朝の30分は、夜の2時間に匹敵するそうです。そんな朝の時間は脳のゴールデンタイムです。ゴールデンタイムは朝起きてから2時間から3時間です。睡眠によって脳の疲れが取れて、脳が整理されるからとても集中力が高くなります。なので朝は集中力が必要な仕事をするといいそうです。例えば言語の学習とかプレゼンの資料作り、それから文章を書くなどです。反対に集中しなくてもいい仕事はこの脳のゴールデンタイムの時にやらない方がいいそうです。例えばメールのチェックとか電話をするなどです。あまり頭を使わなくてもできる仕事は朝にやらない方がいいそうです。朝起きても、眠い時がありますよね。そういう時は日の光を浴びたり、散歩などのリズム運動をしたり、あとはご飯をよく噛んで食べたりすることです。そうすることでセロトニンが出るので、やる気が出てきます。脳のパフォーマンスが上がります。次はお昼の時間にするといいことです。お昼は午前中の集中力が落ちてくる頃です。落ちてくる時間です。疲れも少しずつ溜まっていきますよね。で、集中力が落ちてきた時に、運動がおすすめなんだそうです。例えばお昼休みに、コンビニまで散歩とかでもいいんだそうです。運動をすると脳がすっきりしますよね。運動は脳をすっきりさせます。運動をするとやる気ホルモンのドーパミンが出て、第2のゴールデンタイムになります。それからどうしても眠い時ってありますよね。お昼ご飯食べた後って眠くなりませんか？そういう時は、仮眠を20分から30分するといいそうです。なのでお昼はちょっと仕事をしてて疲れてきた時に運動とか、仮眠をして少し寝てリフレッシュすることで、もう一度集中力を高くすることができます。最後は夜の時間にするといいことです。寝る2時間前はとっても大切な時間です。夜の時間にしてはいけないこと、夜にやるのは避けた方がいいことは、刺激が強い光を見ることです。よく言いますよね。夜にスマホとかゲームしない方がいいよってよく聞きますよね。そういうゲームとかスマホとか、それから激しい運動とかお酒を飲んだりすることは脳を興奮させてしまうので、控えめにする方が
いいそうです。代わりに夜の時間にやるといいことは、ゆったりとした時間を過ごすことです。例えばゆっくりなスローテンポの音楽を聴いたり、アロマを焚いていい匂いを嗅いだり、それから家族やペットとゆっくりのんびり過ごしたり、あとは軽いストレッチとか読書をするなどです。そうすることで心と体がリラックスして質のいい睡眠ができて、明日へのエネルギーがチャージできると、この、樺沢先生はおっしゃっています。以上が朝昼夜のいい過ごし方です。もしかしたら皆さんもすでに知っていたり、もうすでに実践している方もいるかもしれません。私もこの本を読んでから、実際に朝にすること、昼にすること、夜にすることをちょっと変えてみました。例えば今までは夜遅くまで、仕事をしたり、次の日のレッスンの準備をしたり、それからポッドキャストで話す文章を考えたりしていましたが、そういう作業を、夜にやるのをやめて朝に変えてみました。そしたら不思議なことにスラスラと仕事が進むんですね。夜だとなかなか出てこない文章が、スラスラと書くことができました。夜は夜でスマホを見たりするのをやめて本を読んだり、猫ちゃんたちと遊ぶようにしました。そしたら本当にとてもよく眠れました。もちろん今でも時々夜更かししてスマホとかパソコンで動画を見たりする時もあります。朝にやるといいこと、昼にやるといいこと、夜にやるといいことを完璧にやっているわけではないです。はい。完璧にやろうと思うと疲れてしまいますからね。ほどほどにできる範囲でやっています。はい。皆さんももしよかったら、一度この朝昼夜の過ごし方をできる範囲でできそうなことからやってみると、いいかもしれませんね。はい、最後は猫ちゃんの一日についてお話しします。知っている人も知らない人も、私の家には猫が3匹います。名前はちゃちゃまる、ぽんちゃん、靴下ちゃんです。とっても可愛いです。その猫ちゃんたちが1日24時間どんなことをしているのか、紹介しますね。朝はだいたい日の出とともに起きます。サンライズと一緒に起きます。で、今は夏なのでだいたい朝の5時頃に、猫ちゃんたちの運動会が始まります。部屋中を駆け回って私の体の上も踏んで走ります。運動会が終わると、猫ちゃん運動会が終わるとお腹が空くんでしょうね。人間たちにいたずらをし始めます。例えば髪の毛をかじったり、手をかじったり、人間の体の上に乗ってみたり、人間たちが起きなくても、猫ちゃんたちは諦めません。ご飯がもらえるまでじーっと人間たちの顔を見つめています。ご飯くれーってアピールします。で、無事ご飯がもらえると、今度はパトロールが始まります。家中の窓から外を見ます。外猫ちゃんたちが遊びに来ているかなとか、鳥が飛んでるかなとか、異変はないかチェックして家を回ります。これが終わるのが、この猫パトロールが終わるのがだいたい朝の9時頃です。だから猫ちゃんは朝の5時から9時まで、とても忙しいです。大忙しです。で、昼はもうずっと寝てます。ずっと寝てます。天気のいい日は窓のそばで日向ぼっこをして太陽の光を浴びながら寝ています。で、天気の悪い日は自分のベッドとか、ソファーとか猫ちゃんのお家の中で、すやすや
寝ています。このお昼寝タイムはだいたいお昼の15時くらいまで続きます。そして夕方、夕方の16時、夕方の4時になると再び猫警備、猫パトロールが始まります。外に異常はないかな、友達は来てないかな、チェックします。それが終わるとまたお腹が空いて、ご飯ちょうだいのアピールが始まります。猫ちゃんの餌のお皿の前でじっと座って待っていたり、私の足にスリスリして、お腹空いたよって、ニャーニャ鳴いてきます。そしてご飯が食べ終わるとちょっと休憩です。グルーミング、毛づくろいをしたり、外を見たり、ゆったり過ごしています。夜寝る前は遊びの時間もあります。猫ちゃんのおもちゃで30分くらい、遊びます。そして猫ちゃんたちは疲れて寝ます。はい。猫ちゃんの一日はこんな感じです。食べて寝て遊んで、とっても規則正しくて心地よさそうですよね。これが猫ちゃんの時間術ですね。私たち人間も見習うところがあると思います。ちなみに人間の8時間は猫にとっては1日分で、人間の1日は猫にとっては3日分なんだそうです。はい。さて、今日は時間についてお話ししました。いかがでしたでしょうか。時間はみんな等しく24時間ですね。でも仕事や育児とか介護とか勉強などで、毎日忙しくて日本語を勉強する時間なんてないよという方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は隙間時間を使うといいです。例えば通勤の電車の中や車の中、それから朝の支度をしている時とか料理をしている時、そういうちょっとした時間で、本を読んだりリスニングをしてみるといいです。スマホを見るのも楽しい時間ではあるんですけど、何をやって何をしないか、自分にとって大切なのは何かなと考えて選択することが、大切じゃないかなと思います。でも時には猫ちゃんみたいに一日ゴロゴロして過ごすのももちろん大切です。もちろん大切ですし必要なことですよね。完璧よりも自分の心地よさを、目指していけたらいいのかななんて思います。何でも楽しむのが一番ですよね。楽しむ心を大切にしたいですね。ここからは皆さんの、質問、疑問、お悩み、最近良かったこと、嬉しかったことなどを紹介するお便りコーナーです。わーまず一つ目のお便りはペンネームキムさんからです。ほのか先生こんにちは。いつも楽しいポッドキャスト聞いています。私は日本語勉強が6ヶ月です。私は最近日本旅行へ行きました。浅草に行きました。人がたくさんですね。でももんじゃ焼きがとても美味しかったです。ほのか先生も最近どこかへ行きましたか？ぜひ教えてください。キムさん、お便りありがとうございます。日本語勉強6ヶ月、素晴らしいです。お手紙も日本語でありがとうございます。最近私はちょっと面白いところへ行きました。それは縁切寺というところです。正式名称は縁切寺満徳寺資料館というところです。縁切寺は、群馬県にあります。そもそも皆さんは縁って何か知っていますか？縁は人と人、もしくは自分と何かのつながりのことです。だから縁切りは、そのつながりを断ち切ることです。で、反対にいいつながりを新しく作ることを
縁結びと言います。そんな縁切り寺にはとても興味深い歴史があります。江戸時代、妻から夫へ離婚を切り出すこと、離婚してくださいということは法律上ほとんど認められていませんでした。ですが、この縁切り寺は特別でした。もし妻が離婚がしたい時に、このお寺に駆け込めば、お寺に行けば、お寺がその女性を保護して守って、夫との離婚を成立させてくれたんです。この縁切り寺は、離婚を叶えるためのお寺だったんですね。ちなみに当時は、世界に2つだけの縁切り寺だったんだそうです。今は離婚のためだけではなくて、もっと身近な願い事をする感じの場所になっております。縁切りも縁結びも両方できます。面白いのは縁切り、縁結び、川屋があることです。川屋って聞いたことがありますか？川屋っていうのは昔の言葉で、今のトイレのことです。願い事、縁切り、縁結びのやり方は、とってもシンプルです。縁を切りたいことを、黒の紙に、黒のお札に、縁を結びたいことは、赤の紙、赤のお札に書きます。例えば縁切りだったら交通事故とか怪我とか、病気とか悪い人とかを書きます。で、縁結びだったら、健康とか幸福とか、平和とか、それからお金とかいい友達との出会いとか、そういうことを書きます。で、書き終わったらその紙をトイレに流します。トイレに流します。白色と黒色のトイレがあって、白いトイレに縁切りの紙を流して、黒いトイレに縁結びの紙を流します。流すとちょっとすっきりします。面白いですよね。これはもらってきたリーフレットなんですけど、このリーフレットの中に、これですね、縁切り寺、満徳寺資料館ね、このリーフレットの中に、幸せは悪縁と縁を切って良縁と縁を結ぶことから訪れますと書いてあります。それから世の中のいろいろな悪縁と縁を切ることが幸せにつながります。その意味では縁結びよりも縁切りの方が大事だと言えますと書いてありました。なるほどなと思いました。悪い縁を断ち切って新しいいい縁を結ぶ。皆さんも何か手放したいことや新しく引き寄せたいことはありますか？ちなみにこの縁切り寺は車がないと行きづらい場所にあります。近くに電車やバスがありません。なのでもし行く場合はレンタカーかタクシーがおすすめです。最寄りの駅まで行って、最寄りの駅っていうのは近くの駅っていう意味です。近くの駅まで行ってタクシーがいいと思います。キムさんどうでしょうか？ちょっと行きづらい場所にはあるんですけど、もし興味があったらいつか行ってみてくださいね。キムさんお便りありがとうございました。次2つ目のお便りはペンネームレナさんからです。ほのか先生こんにちは。日本の梅雨はついに終わりましたか？私の国は今年はとても暑いです。日本もこれから暑くなりますね。夏の食べ物といえば何ですか？何か美味しいもの教えてください。はい、レナさんお便りありがとうございます。そうなんです。梅雨明けましたね。梅雨が明けると日本はもう本格的な夏が始まります。最近はもう本
当に一日中ずっと暑いです。夜もエアコンをつけて寝ています。夏の食べ物ですね。そうですね。夏の食べ物って言ったらいろいろありますよね。例えばうなぎとか冷やし中華とか、それからトウモロコシとかね、いろいろありますよね。私にとって夏の食べ物といえばやっぱり、スイカです。スイカ。夏の暑い日に喉が渇いた時、冷たいスイカを食べると生き返る幸せってなって幸せな気持ちになります。スイカに塩を振って食べるのも甘みが増してとても美味しいですよね。ところで皆さんはスイカの種は食べますか？それとも出しますか？私は時々面倒で食べてしまうことがあります。よく食べてしまいます。はい。よく言うのは、スイカの種を食べるとお腹でスイカが育つよですよね。この前レッスンで、このお話を生徒さんともしました。でも今のところお腹の中でスイカはできたことがないので、スイカが育ったことはないから大丈夫だとは思います。はい。ですが、肺でエンドウ豆が育ったというニュースを教えてもらいました。これは本当の話です。マサチューセッツ州の75歳の男性の肺からエンドウ豆の芽が出ているのが、発見されました。びっくりですよね。この男性はもともと肺の病気でした。ある日体調が悪くなって、病院でレントゲンを取ってもらった時に、腫瘍のような暗い影が映っていました。レントゲンに。ですがそのレントゲンに映っていた暗い影は腫瘍ではなかったんですね。なんと1.25 センチに成長したエンドウ豆だったんだそうです。1.25 だから結構大きいですよね。これを聞いた時本当にびっくりしました。これからスイカの種とかそういう種を食べるのがちょっと怖くなりました。恐ろしい。でもこれからも多分種を食べると思います。夏の食べ物スイカ。皆さん食べるときは、種に注意して気をつけながら召し上がっていただければと思います。レナさん、お便りありがとうございました。この番組では日本語を勉強している皆さんからのお便りを募集しております。今回のように、最近行った場所のこととか、夏の食べ物のこととか、皆さんの最近あった出来事などなど何でも日本語で送ってください。皆さんのメッセージ大切に読んでおります。メッセージの応募フォームはこの動画の説明欄またはこのチャンネルの、説明欄のリンクから送ってください。皆様からのお便りメッセージお待ちしております。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。皆様、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。いいねやハイプ、コメント、それからチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。そして日本語をもっと話せるようになりたいよ、いつか日本で生活してみたいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ動画の説明欄をチェックしてみてください。ではでは、今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またね。ありがとうございました。